キーマカレーです。和歌山遠征の時にパックラフトに穴が開きました。今回はそのリペアと穴が開いた理由と対策改善をしていきたいと思います。早速リペアをしていきます。フロントの底の部分が岩場に何回もこすりつけて小さな穴が複数開いたり開いていないところにも少々ダメージを受けました。まずダメージを受けたところにヤスリをかけます。ダメージ部分をフラットにするのとボンドがつきやすいように表面を少し荒らします。専用の水に強いインフレータブル系の修復ボンドで修復していきます。実際穴が開いている箇所は3箇所ぐらいでしたが、岩で擦り切れダメージがある箇所が広範囲にあるので全体にボンドを塗っていきます。なおこのボンドはサラサラ系でボンドのみで穴を修復するためのものではなさそうなので、この上からダクトテープでも保護することにしました。速乾性があり5分もすれば乾きます。パックラフトについていた補修キット、底用とチューブ用があり、丸くくり抜いて3箇所の穴を塞ぐことにしました。ちなみにボンドはできるだけ薄く塗った方が良いそうです。引っかかりができないように周りをボンドで埋めていきます。すっかり乾燥した様子です。広範囲のダメージ部分が気になるので、上から薄いダクトテープを貼っていきます。気になるところのすべてに貼っていきます。しっかり空気を追い出して完成です。今回前方の底に、広範囲にダメージを受けた理由は、フッカーやミニ三脚みたいな金属を入れたバッグをパックラフト内に縛り付けて、そこに足を上から乗せて押さえつけながら踏ん張ったりしていて、水量の少ない瀬が多かった和歌山の青函トロでは何度もそういった岩を引きずるような背の部分を越えていきました。それでバッグの硬い部分と上から押さえつけた底の部分にダメージが広がりました。そこで一般的に皆さんがしている先端のチューブの部分に乗せることにしてみました。乗ってる時には問題はありませんでしたが、私の場合カメラなどもあり荷物が少々重たく
船体をひっくり返すときに船内に荷物を置いていったときより上に重心が来るので若干ひっくり返しにくいと思い、陸上では問題ないのですが、川でひっくり返ったときに流されながら裏返ったパックラフトをひっくり返しやすい方は船内かなと素人ながらに思いました。そこで船内に荷物を置くため、先端部分にタンデムのフロント用の小さな座席を置き、座布団代わりにしてその上に荷物を置くことにしました。人が乗っている座席の方はそこの部分が荒れていなかったので、これでいけると思います。あとはこれは私にとってのみですが、利点は重心バランス以外に2つあり、1つは荷物を上に乗せた時に足の踏ん張りどころがなくなり、サイドベルトとかをつけていないこのパックラフトは船との一体感が不十分でした。あとフロントからのカメラ棒が荷物を船内に置かないと取り付ける場所がないことです。これがもしかしたら一番の理由かもしれません。あとバッグの方も少し改良しました。本来防水バッグはこのように留めないと防水性が高くなりませんが、開いた状態でも密閉度を高めるべくマジックテープで留められるよう修復ボンドで貼り付けしました。そうして船内荷物バージョンはまだ試していませんが、修復部分のみ試すため以前行ったことのある軽めのコースをダウンリバーすることにしました。休日の朝8時、岐阜県の多良峡森林公園の牧田川に到着。雨は上がり、この後昼間に向けて晴れ間が広がる予報です。スタート地点に到着。降りていき、パックラフトを膨らませて準備をしていきます。この時はチューブの上に荷物を乗せています。では出発です。今日のコースの説明をいたします。このコースはスタート早々岩場の景色に囲まれ、すぐ開けた場所に出て、そして砂防ダムを2つほど越えていき、最後には多良峡森林公園の渓谷の中を突き進みゴールします。このコースの概要は右上のリンクまたは説明欄のルートマップからご覧ください。しばらくすると相方さんが座席の空気が抜けているということで確認することにしました。
受け取る？座面クッションのバルブの部分に小石が引っかかったまま締めてしまったようで、周りのゴムの部分がえぐれています。持っていたダクトテープでえぐれた部分を補強します。治ったようで再出発。次のパックラフトを置く瞬間に船外に荷物をつけるのがバランスが悪いと思った瞬間です。先端が重たく表側にひっくり返すのが少々ですが困難でした。曇り空でしたが、遠くの山にかかる霧がとても幻想的で、しっとりとした開けた場所に開放感を感じます。一回通ったことあるコースなので、水路が分かれた時には前回やってない方向を通ってみます。油断してたら真横から背を降りて、この浅瀬でチンするとこでした。前回このコースを通った時にはお子さん連れの家族などがいましたが、本日は雨もあり少し肌寒く、人は全くいませんでした。雲が徐々に晴れてきて青空が見えつつ、とても気持ちいい天気になってきました。
カーブのある細い背でできていませんが、右側のパドルをもっと有効的に活用すると良いかもしれません。辺りは徐々に渓谷風景に様変わりしてきました。このコースを象徴する岩です。これが見えたら終盤です。多良峡の中心部、吊り橋下にやってきました。この辺で上陸してお昼休憩を取ることにしました。若干臭くなってきた。大丈夫？ライフジャケットの水分が抜けきれずに臭くなってきた話をしています。終わって干してもさ、その家に帰るまで臭くなんかキーマカレーです。いただきます。
カレーを食べてコーヒーを飲んで1時間ほど過ごしました。濡れた薄手のウェットがちょっと肌寒かったので気合を入れて再スタートします。彼岸花が岩にへばりつくように咲いていました。奥の方から滝のように流れている岩、とても印象的です。このロープに捕まればゴールです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。